ほどね。これがまあ面白いところで、これダイヤモンド砥石で研いだりとか、硬い砥石で超鋭利な刃をつけると長切れしないのにもすごい付随してるんだよね。でどういうことかっていうと、仕上げの砥石で丁寧に研げば研ぐほど、鋭利に研げば研ぐほど、だいたい顕微鏡で見ると刃がね直線的になるのよ。これ大麻猛省の話ともつながるんだけど、直線的になるじゃない。そうするとさ、断面で言うとこう V の字になってるんだけど、この直線的になればなるほど刃がちょっと潰れただけで滑るんだよ。要するに引っかかりがないようにどんどん仕上げれば仕上げるほど長切れしないっていう、単純にそこにつながるんだよね。そうだから鋭利な下に何か引いて、その上でも青棒をやっぱりやったりすると思うんだけど、やっぱりそれでずっと撫でていくと顕微鏡にやっぱり刃がまっすぐになっちゃうっていうのが、長切れしにくくなっちゃう最大の理由かな。で包丁の場合、切り方の問題がもう間違いなく出ちゃってて、基本的には食材を前後にして切るから、やっぱり引っかかりがないとすぐ滑るっていう感覚が直結しちゃうんだよね。そこが一番のポイントで、これ仕上げ砥石をかければかけるほど、番手を上げれば上げるほどどんどんこの傾向が強くなる。しかも例えばダイヤモンド石でいうと、ダイヤモンド石って結構硬く作ってあるやつが多いのね。そうすると硬くてよく削るから、まっすぐな刃先がすごく簡単に作れるのよ。だからめっちゃ切れるの。髪切った時にもすごいよく切れるように感じたりとかしやすいのは、ギザギザしてると髪切った時のその音がジャリジャリみたいな。そうで、実際切ってみると意外にそれはそれでよく切れるんだよね。そうでも紙のチェックが全てになっていけばいくほど、滑らかになればなるほどだいたい直線的になってる。だからその青棒とかでこすった後に切った時に、うわめっちゃ切れるねってなればなるほど、可能性として直線になってる可能性が高い。ゆえに切った時にちょっとまな板でぶつけたりとか、ちょっと刃が丸くなった瞬間から途端になんか滑って全然切れないじゃんっていう風になってしまうかなと思うね。ノコギリがないから引っかかりがなくなっちゃう。そう潰れた台形のストレートのなんか鉄板になっちゃう。その角度で切ってたのが先っちょが潰れちゃうとって。そうなんだよね。だから大麻猛省も実は同じような理解かな。だからどれだけ大麻猛省に優れていても、変形のしにくさが大麻猛省だというふうに考えたときに、潰れた刃が復活するわけではないのよ。要するに潰れたなっていう感覚が出始めてから、もうそれが回復するわけではないから、そうすると大麻猛省のグラフとかを見ると面白いんだけど、やっぱり研ぎ上げた一番最初の状態って大麻猛省に優れているものも優れてないものも落ち方結構似てるんだよね。途中から大麻猛省に優れてるやつは変形が少なくなっていきますよっていうグラフに対して、摩耗に弱いやつはそれでもどんどん変形していくよみたいなグラフになってるんだけど、一番最初の本当に切れ味の上積みのところの落ち方っていうのはあまり変わらないんだよね。だからやっぱり鋭利にしすぎるで、刃を直線的にしすぎるっていうのは、長切れしにくい理由になっているっていうふうに言えるかな。ということはこういうのが、ここが直線だとこう摩耗した時にここがこう台形というか、ただのこういう感じになっちゃう。これがここがこのギザギザしてる状態だったら、ここがこう摩耗してもまだギザギザが残ってるから引っかかる。からそれが長切れってことで、ここからの摩耗性がちょっと発揮される。だったりとか、元からこの谷の部分の厚みがあるから対摩耗性を発揮した状態で仕上がってる可能性があるんだよね。ここまで鋭利にっていうよりかも、このどっちかっていうとちっちゃい世界で見たときにここが面になってるっていうことですね。ちょっと厚くもうすでになってる可能性があるよね。この特に谷の部分になればなるほどね。だからそういう意味でやっぱり大麻猛省に優れてるっていうものになればなるほど、やっぱり粗く仕上げた時にはすごいパフォーマンスが発揮するんだけど、薄く鋭利にすればするほどで、特に直線的になればなるほど包丁に対しては不利なんだよね。
だから配数はちょっと粗めの方がいいっていうのはそう深い傷をつけておけば先っちょが摩耗してこの頂点が減ってったとしてもここのギザギザが深ければそれが残り続けるから常に引っかかるけど、そうでさらにそこに対して腐食に強いハイスとかになればなるほどその腐食による劣化もすごく少ないから、その摩耗に強ければ強いほどノコギリの変形が極端に、遅くなるっていう意味ではやっぱり1000番以下とかで仕上げるとものすごく調子が良かったりはすると思うよね。ものすごい強い材質でものすごく深く傷をつけておけば摩耗していくスピードもに対しても強い。元からやっぱり強いというか、引っかかりが長く残りやすいけども、ものすごく細かく本当に極端に鋭利にしてしまうとそこの先が潰れた瞬間にもう角度でしか切り込んでないの引っかかりが一切ないともうただのなんか定規じゃないですけど、鉄板をこすってるような感覚になっちゃう。そうだから途端に滑るっていう感覚が出やすい。ただこれもね刃物が違うとちょっと違うのよ。例えば包丁って前後じゃない、だからノコギリじゃないと、やっぱり能力が発揮されにくい、滑るっていう感覚がすごく出やすくなるんだけど、ただ打撃でバーンって叩くとかっていった場合は力とスピードが乗った時にはやっぱりそれを超えて先の薄さだけで切れるっていうケースもある。要するに先が少々潰れていようが薄さでそれを全てリカバーしてしまうっていうケースもあるし、あとはスライドをしない切り方で点線点の場合も力が入ったりスピードが加算されればされるほどやっぱり点線点である方がやっぱり食い込みも良くなるから、やっぱり鋭利にしたからといって長切れしにくいっていうのは、包丁の切り方っていうのにもすごい影響してるってことだよね。対象物にもよりますよね。それこそこの間の試作の時に薄さだけで切れたっていうのがまさにそれに近いことですよね。そうだから上から下への圧力とか相手が硬いとか、条件が変わってくると、この鋭利にしても長切れするように感じるものはあるんだけど、例えばこれで刃が潰れた途端いきなりちょっと潰れただけで切れなくなるのはトマトの皮だもんね。なんか難しいですね。切れ方の概念があるっていう2種類あるっていうことを多分把握してない方だと要は僕ら藤原さんに言った鋭利さで切るっていうのはノコギリで切るんじゃなくていかに直線的で薄く仕上げたものの薄さで切るっていうイメージだと思うんですけど、そこがノコギリの引っかかりで切るのとごっちゃになっちゃうとなかなか理解するのが難しいかもしれないですね。だから前試作品ですごい体感として面白いなって思ったのはやっぱ人参をギザギザで切ってる時って刃先潰れたらもう全然引っかからないで滑っちゃうんですけど、真下にストンと落とすと、もう薄ければめっちゃ切れるんですよ。普通になんか刃潰れて紙も何も切れないのに、全然スパスパ金属自体の薄さで切れちゃう。あとは側面抵抗が抜けてればもう本当に薄さとあれだけで刃先は全く潰れてて紙も何にも切れないけど根菜系とか硬いものだったら要は逃げないものとかだったらすごいもう逆にそこら辺の包丁より全然切れるんじゃないかっていうぐらい切れたんで、そこが概念としてあるっていうのをやっぱ理解してるとすごい視点がよりいろんなものが見えるっていうか。そうだね。だから日本の切り方、包丁一つでもやっぱりまた賛否が出てくるのが、スライド切りって結構日本的な切り方なんだよね。前に押す、プッシュスライド、プルスライドって言った方がいいかな、前後に動かすってどっちに動かすか切り方次第なんだけど、それに対して西洋の刃先をつけて落とし切りするような切り方っていうのと全く挙動が違う、そうするとやっぱり落とし切りのこういう切り方になればなるほどタイ摩耗性に優れてるタイプの方がもしかすると長切れを感じるかもしれない。だから切る対象物ももちろん切り方もそうだし、それによって鋼材の良し悪しであったり刃先の仕上げ方のいい悪いっていうのがすごい出てきたりするから本当に難しいところですね。垂直に切ってるかノコギリで切ってるかで
違います、それこの間のその試作品のテストでめちゃくちゃ体感したのが、すごい面白い、別に切れなくてもいいんだっていうか、刃先とか紙スパスパ切れなくてもこんだけ切りやすく切れるんだみたいな、その人参に関しては側面抵抗はめちゃくちゃ大事だよね。だってその試作品のレギュラーの試作品の方が刃めっちゃ切れるようについてるのに切れない。ティッシュも紙もスパスパ切れるのに切れない。そう食材切ると切れなくてね。だその刃先の薄さと側面抵抗で決まってる要素もかなりあるんで、だそっちの議論を分けて考えないと、それで全部が完成してるんだなっていうのはすごいなんか勉強になりました。そうだね、テストは。そうだね。だからまあね、その青棒にしても今の話で言えば先は超鋭利かもしれないけど側面抵抗悪いと逆に切れないからね。そうだから肉の抜き方ってよく言ったら肉抜きとか厚み抜きとかいろんな表現するけども、やっぱり食材に対して実際刃先の鋭利さって最初の入りを作ったり、まあ最初の切り込みを作るものだけど、実際やっぱり横の側面の抵抗が増えていけばいくほどやっぱりどれだけ刃先が切れていても心地としては非常に悪いし、結局心地が悪いイコール切れないっていう判断をするっていうことはよく分かってるよね。でも試作品の実験一緒にやったやつは正直僕もびっくりしたあ、ここまで側面抵抗って大事なんだっていうふうに驚きがあった。だからちょっとびっくりっていうか考えを変えなきゃいけないなって思ったのは、刃が切れてなくても側面抵抗いいだけで長切れしてるってどこで判断してるんだろうっていう、そう刃先が切れなくなったっていうのを感じ取れないんじゃないのっていう。言わないで使わせたら分かってなかった。これ切れるよねっていう。でその後僕が指こうやってこすっても全く切れないのに、普通に研いで紙スパスパ切れるやつよりよっぽど切れるっていう風になってたからね。めっちゃ面白かったですね。やっぱりね、研ぎに関してもやっぱり刃先のみに注目しすぎてるところもあるから、やっぱりねそれを超えていくとやっぱりどれだけ抵抗を少なくしていくかっていう概念に変わっていくから、そこら辺もねちょっとまた研ぎの深さとしては着目していただけるといいかなと思います。